皆さん、こんにちは、こんばんは、ホビービルドプラスの HBR9 です。今回は、1973年にポピーが発売した、ジャンボマシンダ、マジンガー Z を、バンダイ系の、バンダイスピリッツが、2024年に、リニューアルし改良を加えて復活した、令和版ジャンボマシンダ、マジンガー Z に、ポピーが1972年当時に販売した、ポピニカ、ホバータイルダーをドッキングするとどうなるか、と、まだ令和版のジェットスクランダーは、販売予定もない、2025年3月に、ユニ5が出した、事実上の復刻版のジェットスクランダーが、ドッキングできるのか、を、試してみた解説動画です。ジャンボマシンダ、マジンガー Z、旧タイルダーをオンすると、ジャンボマシンダ、マジンガー Z、スクランダークロスできるか、ジャンボマシンダ、マジンガー Z の不思議、ジャンボマシンダ、系のマジンガー Z は、大別すると、1973年から販売されたポピー版と、1999年のユニ5版、2024年のバンダイスピリッツ版があり、バンダイスピリッツ版だけは頭部の形状がはっきり異なり、サイズが大きく作られていました。バンダイスピリッツ版のジャンボマシンダ、マジンガー Z も頭部は多色カラーなので、ソフビ製ですが、以前よりも大きくなっていて、ホバータイルダー号のドッキングも、突起を差し込む方式ではなく、マグネットで装着する方式に改良されました。当初は、このマグネットにしたために、頭部が大きくなったのかと思いましたが、それだけではなく、異なった理由の一つとして、バンダイスピリッツが2025年8月に予定しているポピニカ、ホバータイルダー号の復刻版がタイルダーオンできるようになっていると発表されました。並べてみると、確かに、ポピニカのホバータイルダー号の回転翼を折りたたんだ、横幅に近くなっています。それでは、バンダイビジュアル版のジャンボマシンダ、マジンガー Z に、この動画の撮影時には、新しいホバータイルダー号は、まだ販売されてないので、当時のポピニカのホバータイルダー号を載せてみますのでご覧ください。いろいろな見方ができると思いますけども、一つ、やってみて、OK カットを使いましたが、結構置いた時に、ずれてしまいますし、ホバータイルダー号を置いておくことはできても、ジャンボマシンダ、マジンガー Z を、そのままで、動かしたり、遊ぶことはできません。そのあたりが、マグネットなどと関連して、うまくタイルダーオンできるようになっているといいなと思います。ビジュアル的には、少し気になるのは、ホバータイルダー号の垂直尾翼が、後方に長く少し位置として高い感じです。垂直尾翼は過去のポリ製のホバータイルダーを並べて上から見てもかなり長いので予想はできたのですけどもポリ製は短いのですがポピニカホバータイルダー号は少し長すぎるかもしれません。ジャンボマシンダマジンガー Z のバンダイスピリッツ版は並べるとウエストが細く見えるので XX 計画のバンダイスピリッツ版、ジェットスクランダー販売の声が聞こえてこないのに、関係あるのかわかりませんが、上が太くて、下が細いので、難しいのですが、計測してみました。ポピー版の復刻、ユニ5版のウエストを測ると、上側が31センチで、下側が 30.8 センチでした。バンダイスピリッツ版は、上側が 30.7 センチで、下側が 30.5 センチと、確かに、細かったのですが、数字的には3ミリなので、見た目ほどではなかった気がしますけども、スクランダークロスしてみたら、意外なことがわかりました。バンダイスピリッツ版のジャンボマシンダ、マジンガー Z は、ウエストは太いのではなく、細くなっているので、復刻版ですが、ジェットスクランダーを、バンダイスピリッツ版の、ジャンボマシンダ、マジンガー Z に、装着できるのかどうか試してみます。バンダイスピリッツ版マジンガー Z にも、一応、装着はできました。やはりユニ5版は、白いベルト部分がぴったりでしたが、バンダイスピリッツ版は隙間があります。この隙間だけなら、白いベルト部分の変更で対策できそうですけども、比較してみると、黒いパンツのような部分も、バンダイスピリッツ版は小さいので、黄色い、ひし形のバックルが、結構下に位置していて、ブレストファイヤーの位置も、変更されているので、
全体のフォルムのバランスはあまり良くありませんでした。隙間も比べてしまうと3ミリなのに結構悪く見えてしまいました。スクランダークロスの回転式の固定のギミックは結構力が必要でコツがいるので、そのあたりもバンダイスピリッツ版にはマグネットなどを使用した新しいギミックの改良などでジェットスクランダーを開発してくれているのかもしれませんけども、バンダイスピリッツ版のジャンボマシンダマジンガー Z にも XX 計画のジェットスクランダーが販売される日が来るといいなと思います。マジンガー Z は基本的には兜小路が操縦するロボットなのですが、作中何度かホバーカイルダーがドッキングしていないのに、動くのという場面やマジンガー Z に命じたり話しかけたりもします。ホバーカイルダーもジェットカイルダーにパワーアップしているのになぜか機能的には劣るプロペラで飛行するホバーカイルダー号の方が何年経っても人気が高い存在です。ジェットスクランダーも音声操作が可能なのかなと思う場面やマジンガ Z にドッキングしなくても意思を持っているかのような動きや攻撃することもあり、ジャンボマシンダの玩具的にはグレートマジンガーのスクランブルダッシュは羽が伸びるわけではなく羽ごと装着するのでそれほど変わりないのですが、ジェットスクランダーというのはマジンガ Z の翼なのですけども、作品的にはマジンガ Z とは別にファンには一つのメカとして人気があり、スクランブルダッシュとはかなり違うメカとして認識されている感じの不思議な人気のある存在です。当時の子供がした遊びとしてポピニカのホバーカイルダーを乗せていましたが、50年以上経ってその子供の遊びをメーカーが2つの玩具で取り入れて復活させてくれるのは驚きですけども、その遊びをしてたのは60歳前後なので、普通なら覚えてなくても当然なのですが、やったことがある方はほとんど覚えているほど、当時の子供たちにはインパクトが大きく夢のあるおもちゃだったのかと思います。そんなバンダイスピリッツが2024年に販売したジャンボマシンダマジンガー Z に当時のポピニカカイルダー号をオンしてみてジェットスクランダーをドッキングしてみた動画でした。それではまた次回は別のおもちゃの紹介でお会いしましょう。おもろかったわ、よかったわ、という方はグッドボタンチャンネル登録をよろしくお願いします。ホビービルドプラスのブログサイトでは500点以上のおもちゃレビューや改良やメンテナンス方法などを紹介、様々なシリーズのラインナップリストなどを公開してますので、ぜひホビービルドプラスで検索してみてください。では今回はこの辺でまたね、HBR9 でした。バイバイ。